本物のパトカーです。これは絶対処分しないでくださいっていうお願いを一番初めにしました。かかっちゃったんですよ、エンジンが。もう鳥肌ですよね。おーって言って大騒ぎ。皆さんこんにちは。ボーイズ&ウィールズ TV プロデューサーの上野太郎と申します。今日は神奈川県の海辺に来ておりまして、目の前にはなんだかすごい車が止まっております。お名前をお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、倉林貴弘と言います。そしてこの車はポルシェ912の本物のパトカーです。本物っていうところがポイントですよね。これね。実際に警察官が使っていた車両そのものってことですね。そういうことですね。1968年から5年間にわたってエンジンが壊れるまで実際に取り締まりに従事してたパトカーです。それがなぜここにあるのかっていうところも含めて、はい、今日はたっぷりお話を伺えればと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、ということで、はい、少し踏み込んでお話を伺いたいんですが、はい、倉林さんはもともとご出身はどちらだったんですか？はい、私は群馬県安中市磯部、ですね。高校卒で、就職ですね。神奈川県にご縁があってこちらにいらっしゃる。縁というか、地元の警察に入れなかったので、はい、第二志望が神奈川だったってことですね。なるほど。つまり今ちらっと出てきましたが、ここに本物のパトカーがあり、倉林さんも警察官でいらっしゃったということですね。そうですね。当時はもう本当に就職するところがなくて、で国鉄と警察と受けて、両方合格だったですけど、やっぱりじゃあ警察官の方がいいだろうっていうことで、こちらの神奈川県警の方にお世話になりました。なるほど。僕はちっちゃい時からパトカー大好き少年。私もですよ。そうなんですか。緊急自動車大好きなんで。警察官でいらっしゃった時っていうのはどういったお仕事だったんですか？誰もがそうですけど、はい、交番勤務から始まります。それから次に希望を出すんですね。1年ごとに希望を出すんですけれども、盾持っている機動隊、これを志願して2年やりました。はい、でその後ですね、また所轄の交番勤務ってなるんですけども、はい、実は交通課が私長いんですけど、ちょっと引きずり込まれるような形で入ってしまったんですね。何かきっかけがあったんですか？オートバイは大好きでした。はい、群馬県にいる時からもう散々オートバイ乗りました。はい、トライアルっていう山で遊ぶような競技が好きで、はい、そこに行ってたら全国大会の選手もそこに来てて、それで話が合っちゃって、じゃあお前来いって希望もしないのにそのまま白バイの全国大会の選手っていうことで移動が決まっちゃったんですね。白バイに乗って実際のお仕事っていうのはどういうことされてたんですか？まずは初めはそんなきっかけで入ったので、全国大会の選手としての練習、これを2年間大会も2回出場、それからはもう一般の第一交通機動隊、第二交通機動隊ってありますけども、はい、そこで、白バイ、そして所轄に出てもまた白バイ、そんな感じでした。かっこいいな。ってことは白バイって今ね、箱根マラソンとか、はい、海外の方に向けてお伝えすると大学生ですね。そうです。年末年始に、レースに出ますけれども、そういう先導とかもやられたりとか何度かやりましたよね。若い頃っていうのは先導はできなくて、ずっと後ろの方なんですね。はい、テレビに映るか映らないかのようなところなんですけど、だんだん先輩になってくると、先導という形でやらさせていただけるんですよ。はい、そもそも倉林さん、ちょっとこのポルシェ912のパトカーについて教えていただきたいんですが、どういう流れでこの日本のね警察にドイツの
ポルシェのスポーツカーのパトカーが入ってくることになったのかっていうのがすごく気になる。そうですね、これはもう私が所有してから調べたことなんですけども、はい、昭和43年当時っていうのは日本でも200キロオーバーの車が結構出てくるようになりますね。それで要するに速い車、当時だとセドリック・クラウンっていうのが主流なわけですが、やはり速度的にはそこまでいけないということでポルシェなんでしょうけども、ポルシェって寄贈ですから、はい、つまり警察が自ら作ったというのではなく、ではない、寄贈されたっていうことですね。そういうことですね。国の予算や、県の予算でパトカーっていうのを買うわけですから、皆さんの税金を使ってね、高級なものをじゃあスーパーカーを入れようなんてそういうことはできないわけですよね。せめてセドリック・クラウン止まりということになります。だからそれ以上のものは買ってはいけないっていうことですよね。だから今もある高級なスーパーカーみたいなパトカーは全部寄贈になります。なるほどですね。つまりじゃあこの車も寄贈されたっていうことなんですね。そうですね。どこが寄贈したんでしょうか。当時のポルシェの正規代理店、銀座にあった三輪さんです。三輪ですか。はい。三輪がじゃあこうやって世の中のスピードが上がっていくのに合わせて、あとは三輪にとってのコマーシャルっていう部分も少し含まれてたんでしょうか。私はそう思うんですよ。ここからは私のもう考えになっちゃいますけどもね、これ912なので、911とは違うっていうことで、当時売れなかった車ですよね。不人気な。で金額も911が510万に対して約半分ぐらいの315万っていう金額で売られて、とはいえね、現代からするととんでもない金額ですよね、今のお金に直せば。でももうポルシェ界からしたら912はもうポルシェじゃないって言われた車ですから、今とは全然評価違いますね。もう非力だし、これはポルシェじゃないよって言って売れなかった車。そこで私の考えは、三輪さんこれ912を在庫抱えたかなと思ってそれをパトカーに仮装して各県警に配って宣伝すれば効果があるのかなっていうのが私の考えなんですね。とはいえかなりね、突拍子もないというかとてつもないアイデアではあります、そういうことですね、当時としては。じゃあそれで三輪がポルシェのパトカーを作りました。そして日本に何台存在したんでしょうか。912は4台です。まず一番初めが、愛知 京都ですね、この2台が同時に寄贈されて、次が神奈川県警で、そうですね、で最後は静岡県警。会社といえば民間から要するに警察に寄贈っていうのはあまりなかったような時代のことですから、相当いろいろあったみたいで、最終的には神奈川県警のは、無線機もついていない、そういうのはもうパトカーとして使えないからって一回断ったそうです。で、そしたら今度は損保会社がまた出てきて、じゃあ無線機は損保会社がつけるんで、車はそのまま寄贈でいいですかっていうことで、じゃあ無線機がつくなら OK という形でこれが入ったそうなんですよ。当時ってこの911のパトカー、どういう活躍を現場ではしてたんでしょうね。主に第三京浜、港北に分駐があるんですけども、港北分駐が基地で、東名と第三京浜を管轄したっていうふうに聞いてます。当時やっぱこの車でパトロールに出られる警察官っていうのも限られてたんですかね。私は5人って聞いてます。選ばれし5人と聞いてます。いっぱいいらっしゃる中でも5人はこれに乗っていいよ、腕のある大先輩、が乗っていいよっていうことで、許された5人って聞いてます。だから、乗務員は交代があったけれども、パトカーは、24時間365日交代なしで常に走ってたそうです。そうだったんですか。それで何年間この車は現役に過ごしたんですか。一応記録では6年ナンバーがついてたことになってますけども、実際には5年でエンジンが壊れてしまったんですね。
で廃車にならず6年目で廃車になってるんですけども、その5年のエンジンが壊れた時点でとても希少なパトカーだっていうことで、これが警察学校にそれから26年間展示されることになるんですよ。この912のパトカーに出会われたのはいつだったんですか？そうですね、警察に入ってはい一番初めがはい警察学校に入るわけですけども、はい、そこのロビーにもうすでに展示してありました。なるほど。その時にはじゃあ現役を退いた状態だった。そうですね。今から何年前になるんですか？そうですね、昭和52年の話なんで、48年前ってことになりますか。48年前の、はい、いわばもう倉林青年がそうですねこの車にまず出会ったと。おーポルシェやんみたいな感じですか？それがね、ポルシェっていうイメージがなかったんですよ。全然だから興味もなかったんです。交代でみんなが朝に夕に掃除これを空拭きしてたっていうイメージしかないですね。じゃあ当然自分のものになるかもみたいなのもないですないですないです。一切そういうのはない。白バイに入ってある程度中堅クラスになった時に目黒の東京オリンピックで使った白バイが、もうこれ廃棄処分にするって捨てるっていうのでゴミ捨て場に置いてあったんですよ。でそれを上司と交渉してこれを私に譲ってくださいって言ったら、もうそれ捨てるやつだから持って帰れって言われて、それを再生したことはあります。まあ当時ならではの話ですね。そうですね。今はもう無理ですね。絶対そうですよね。無理です。何か厳しくなる転換点があったんですか？そうやって警察車両を払いやはり古い話ですけど3億円事件ですね。あれが一番大きなあれになってます。3億円事件っていうのは警察官になりすました。そうですね。そうですよね。それで白バイも作ってっていうやつでしたよね。だからそれまでは白バイも書類をつけて売ってたんですよ、解体屋さんが。そうだったんですか。それが一切警察車両からは書類が出せないってなって、書類は書類で処分して車体だけを解体屋さんに出すようにしてたんですよ、再登録できないように。で私はそれを譲ってもらったんで今博物館に展示してますけど。その個体もまだあるんですね。あります。博物館見えるんですね。あります。どこで見れるんですか？私が群馬県の方なので浅間山の二輪車記念館っていうところで展示してあります。まあやっぱりそうやってちょっとずつ警察車両好き特殊車両好きの趣味がカミングアウトされつつですね。ここがやっぱり白バイを持っちゃったので、次これだってなってまあなかなか普通そうはならないですけどね。それで、ある時にお願いして警察学校のパトカーもらえないかなって言ったら聞いてみるって言ったんだけど、聞いてくれたんですか？聞いてくれたんですよね。でもやはり展示してあるのは備品っていうことで、絶対に外には出せないっていう。やっぱり警察の厳格な持ち物であります。そういうことですね、管理されてるものだから出せないっていうことで諦めてた車ですこれは。今から26年ぐらい前だったと思うんですけど、腐ったガソリンが漏れたり、匂いがひどくて、展示できない、で、備品じゃなくてガレージの方に引っ込んじゃったわけですよ。なるほど。ちょっと備品というリストからは外れたわけですね、そのタイミングでまたくれって言ったんですよ。逃さないですね。そしたらやはり交渉はしてくれたみたいですけど先輩の方でやっぱり個人には出せないよって言ってしばらくしたらこれも解体屋に出すっていう話をもらったんです。でもう警察じゃなくて解体屋さんにお前のことも言っとくから解体屋さんと交渉してくれって言われてこれを交渉に行ったんですね。なるほど。それが倉林さん何歳の時ですか？40ぐらい。じゃあしっかり現役の時代ですよね。もう中堅クラスから生意気になってきた頃ですから。で全く想像できないのが、じゃあ解体屋さんにこのポルシェが行きます。そこに倉林さんもドアをノックしに行くわけですよね。そうですね。一番初めの交渉権を得たようなもんだったんで、もうすぐに行って言ったらもうその時点で私のこと言っててくれるっていうのにもう全然もう相手にされないで、もう警察から処分してくれって言われたのを
出せないのあんたは大人だから分かるよねって言われてもうその通りなんですけど、申し訳ないけどこれは絶対処分しないでくださいっていうお願いを一番初めにしました。じゃあまず1回目当然断られる。断られますね。はい、はい、そして倉林さんどういう行動に出られたんですか？もう諦めきれないわけですから、断ることというか、まあ休みがあるごとにまた行ってみよう、忘れられないうちにもう一回行こうとかっていう感じで半年間通ってました。半年も、はい、途中で無理かなみたいなのって、初めの頃そうかと思ったんですけど、一番初めはもうね下に置いてあったんですけども、これ絶対潰さないでくださいって言ったらこう鉄のねアームがこう出てる上に置いてくれたんですよ。ある時地べたからそうですそうです。これは処分されないで残るなっていう感覚を得て、だったらやっぱりどんどん行かなきゃっていう。なるほど、それでも断られるわけですよ。断られますよ。イルスも使われるでしょ。本当にあれの時期も大変だったですよ。だからもう本当に最終的に、書類も何にもないんだから登録もできないんだよ、何するんだ、保存させてくださいって、じゃあ分かったって言った時にもう本当にと思いましたよ。ですよね。抱きつきたくなりませんでした？でも手元に来ることが分かりました。手元に来る日が来ます。登録できないわけですよ。できないですよね。でも今ナンバーがついてるっていうのが不思議です。そこですよね。これも苦労しましたよ。っていうのはね、912って一番初めに言いましたけど不人気車種だったんです、だから中古車車検付きで35万円で買ったんですよ。この車とは別の個体を買いました。あとすぐ近所の人がこれの書類あるよって言われたんですよ。ボディどんがらボディで5万円でいいよってからそれも買いました、それで自動車屋さんに行ってまずその車検のある912これを全部ここから部品取っていいからこれと同じように作ってくださいって言った、初めって言ったけど、どうしてもやれって言うんだったらやるよ、その代わりこれ作ったら、悪いけどその時点でこの912はこれじゃないですよ、買った912はもう1台の方が、ただの鉄くずになるよって言うと、両方とも鉄くずだぞって言われて、って言ったら当たり前だろって、そんなね日本でちゃんと1台の車登録してるのをパトカー作りましたから車検ください、誰が車検出すんだよってそれともお前警察官かって言われて、すいませんじゃあどうしたらいいでしょうかって言ったら、一回海外出せばっていうことを言われたんですよね。でも俺やり方知らないからって言ったら、それじゃあそういうことできるからやってあげるって友達に頼んでやってやる、片道50万って言われたんですよ、往復100万か、でも100万円だったらいいやと思って、じゃあお願いします。アメリカのフロリダっていうところに行ってましたね、船でね。1年以上帰ってこなかったんですよ。その間心配になりませんでした？なりました。だから自動車屋さん行って、もし盗まれてるんだったら50万返してもらってもいいですかって言ったら、盗まれてねえよって言われて、1年ぐらいしたら帰ってくるから残りの50万ちゃんと用意しとけって言ってマジですかって用意してなかったから、慌てて50万作ったんですよ。やっぱり当時ね40で生活して子供もいると、やっぱりローンも抱えてね、そんな余裕ないから、慌てますよ50万作るっていう。視聴者さんのために分かりやすくお伝えすると、もうこのままの形ではナンバーを取って車検を通すっていうことはできないと。なので、一度海外にこの車はお引っ越しし、新たに輸入された車として新車として通関証明書だね。なるほどね。ただ聞いたら今できないそうです。なるほど。いいタイミングでだからこれがそういうところをすり抜けてきた。そうですね。だから今振り返ると、まず一つ目の奇跡はこの警察車両を、払い出される、そして解体されずに済んだっていう奇跡、かつこれを一度輸出書類なしでできたっていうことですよね。奇跡、これはもう本当に時代ならではですよね。そうだと思いますよ。だからその
この車が展示26年間されたっていうけど、本来パトカーって中古車で1台も出てないわけですか絶対ら、そうですよね。はい、廃車と同時っていうのは全部紙と一緒でシュレッダー解体なんですよ、それってやっぱり高いお金がかかるわけだから予算がついてるんです。それを26年間も警察学校が展示したんで、その予算がなくなったっていうのもやっぱり一つのこれが残った原因の一つですね。トータルで3つの奇跡が起きてるわけですね。だから丸ごと解体屋さんに出しちゃいけないものが出ちゃった。なるほど、いよいよ海外から日本に帰ってきましたと。とはいえ行動復帰まではどれぐらいの時間かかったんですか？そうですね、動かない状態でいきなり海外行ってるわけですから、で動かない状態で帰ってきてるわけなんで、動かさなきゃいけない。もう全てがダメな車なので、正直仕事もしてましたから20年ぐらいはかかってます。そうか、お仕事しながら休日にコツコツと。そうですそうですそうです。しかもご自分で。そうですね。いや、それは一番お金がないっていうのが一番の原因です。小遣いに入らないでやらなきゃいけない。だから部品もいっぺんに買えない、少しずつ今回はこれやろう、今回はこれやろうっていうふうにやっていったから、やっぱり時間もかかっちゃいましたね。具体的にどういうところやってらっしゃったんですか？具体的に言って全てですけども、まずタイヤを外せばショックアブソーバーを塗装しようとか、ブレーキのホースを交換しよう、マスターシリンダーもダメだから新しいの交換しよう、ホイールシリンダーもダメだからこうしよう、ガソリンのホースがダメだから交換しよう、ガソリンタンクも交換しようと、ありとあらゆるところをやってました。全てにわたってやってましたよ。コツ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 。晴れてエンジンかかった時ってどんな気持ちでしたか？それがですね、そのやってる時にやっぱりクランキングするかどうかっての一番初めに知りたいですよね。それでじゃあセル回してみようかってね、プラグ抜いて中に油さしてセルモーター回したらクランクするんですよ。ちゃんと回るんですエンジンがね。これもしかしたらエンジンかかるんじゃないので、キャブレーター外して少し掃除ですよね、キャブレーターを掃除して、それでガソリンを点滴じゃないですけど落とし込んでね、こうやってやったらかかっちゃったんですよ。エンジンがもう鳥肌ですよね。おーって言って大騒ぎその時は。エンジンかかるからいろんな友達が来ると自慢したくてね、エンジンかけちゃうんですよ、その時にね、ガソリンが漏れてるのを知らないで、セルモーターが前でエンジン後ろなので一人でできないんですよ、で女房にセル回さして後ろでキャブをつながってないですよ。キャブレーターとアクセルがつながってないんで、そういうのも修理するんですけど、ないうちだから手でアクセル煽るんですよ。そうしたらね、パーンってバックファイヤーした瞬間にね、ボーって火がついちゃったんですよ。女房は大慌てで家が燃える家が燃えるってバカな車が燃えちゃうだろうって言ってね、それで消火剤撒いちゃったんですよね。そんなこともありました。奥様は家倉林さんは車ですね車燃えちゃうって言ったら家でしょ、家が燃えちゃうよとか、ね、大事に至らなくてよかったですよ。でその20年間を経て、ついにナンバープレートを登録するっていう時が来るんですね。だからもうお金がないんで、最後のエンジンの壊れてるのは、壊れてるっていうのは結局ヘッドだったんですけど、エンジンオーバーホールで100万円っていうのを最後の退職金で払ったんですよ。退職金をつぎ込んで、それで退職して登録に行くわけですよね。だからそれから陸自といろいろやってんのにね、相談してやってたのに、結局行った時この車を見た瞬間、これダメって一発で何も見ないで、これはもう無理って。それもじゃあ結構な期間かかったんですか？かかりました、泣きたいぐらい。7回も車検落とされて、8回目に合格って、もう本当いろいろありました。どういうところがやっぱりダメだったんでしょうかね。まず赤灯外せって一番初めに言われたんですけど、赤灯あれ内張り切らないと取れないんですよ。だからレンズは簡単に取れるのでレンズだけ外してガムテープで赤くないように下の台を変えてったんですけど、なんかやっぱり回転するものがダメだとか、
このヘッドライトよりも上の電球がダメだっていうことで、もうそういうのをちゃんと全部やってきなさいって言って、日本に入った時は高さはクリアしてるわけですよね。新規の結局高さっていうのは日本に入ってきて採寸して車検証ができるので、実際のポルシェが132だったかな、高さが。これ150の高さになって、それがもう正しい高さ、正しい高さになってますね。ただやっぱりこの回転するものがダメだ。赤いものとかそうですがダメになるねと。はい。それとサイレン、あと後ろのスピーカー、はい、もうそういうもの全てダメでしたね。そうか、普通の車。あと一番は文字ですよね。最後までトラブってたのは神奈川県警察って書いてますもんね。はい。法記号使用っていう抵触しちゃうので、なるほど。これは色塗り替えないと車検は諦めろって言われたんです。今ね、こうやって室内にある分にはこうやって掲げてもいいし、公道を走ってるわけではないけれども、はい、やっぱりいざ登録するってなった時にはダメなんですね。ダメですね。でそこのとこマグネットを貼ってったんですよ。はいはい、それなのにいきなりペロッと「ダメだよこれ」ちゃって「って言って、それでこれちゃんと色塗り替えてくんないとダメだねって言うから、そこだけはこれ色塗るわけいかないですよって言って言ったらですね、7、8人いた検査員の1人がですね、ラッピングのステッカー貼ればいいじゃん、熱で簡単に取れるから、はい、だからその方のところにね、それでいいんですかって言ったら、俺何も言ってないよっていうかって言って、でもそれやってって最後は車検取れたんですよ。なるほど、はい、やっぱりその解体業者のストーリーもそうですけど、やっぱ倉林さんの熱意とその時間でだんだん皆さん解決策を出してきてくれたんですね、逆にいろいろと。それでこれもじゃあ全部外さないといけませんかって、前消防車を車検取った時はついてても、はい、針金でこう手で鳴らすサイレン、はい、針金で縛っとけばいいっていうからそのままつけていったんですけど、今回はそれダメだから全部外してきなさいって言われた。そして晴れてナンバープレートね、これ110番ですね。希望だから1週間かそこら後だったじゃないですか、はい、封印する人が検査官じゃないですよね、封印する人は職員の方、はい、よく頑張ったねって言ってくれました。やっぱずっと見てたんでしょうね、それでこの車ね事故に遭わないようにね、長くあれするように俺も気持ちを込めて封印するって言った時涙出そうになりました、本当に。もう本当やっぱ人がつなげてくれてますね。そうですね。ではちょっとこの車細かいところを見せていただいてもいいですか？どうぞどうぞ。さあということで、はい、この車をじっくり拝見したいんですが、よろしくお願いしますなんと言ってもこういった赤いパーツが当然ついているわけですけれども、そうですね、これは当時のものが全てそのままっていう認識で、はい、実は私が入手した時には新しいものがついてました、はい、ここそうですね、プラスチック製だとか、はい、後ろの室内の赤灯がなかったりだとか、はい、そういうことだったので、はい、当時の資料をよく見て、ヤフオクですけれどもこれを購入してつけたと。メッキでなければダメなんですね。なるほどですね、はい、確かにここがプラスチックだとちょっと雰囲気がまた変わってきますよね。そうですね、ずっと新しくなっちゃうので、ね、はい、そしてここには日本の警察のマークの旭日章がついていますね。そうです、はい、はい、これは神奈川県警だけなんですよ。他の愛知、京都、はい、静岡、ここがポルシェのマークなんです。神奈川県警だけがこれなんですよ。なんかやっぱりその県警によっても仕様がちょっとずつ違うんですかね。少しずつ違ってますね。面白い。他に仕様が違うポイントってあるんですか？実は、そこに旭日章をつけたために、神奈川県警だけはここにステッカーが貼られるんですね。なるほど。これはポルシェの意地ではないかと、そうですね、いうふうに思うんですね。だから当時三ツ輪自動車さんとしてもこれがポルシェであるってことをここに残したわけですね。本当はここには貼らないステッカーですから、それが貼ってある。あとミラーが初めの2件の愛知、京都はフェンダーですけれども、静岡と神奈川はドアミラー。細かいとこですが違いますね。違いますね。
これが左右ついてるのが神奈川県警。いやみんな左右ついてるんですよ。はいはいはい。はい、左右っておっしゃいますけど、はい、左側は全く運転席から見えないんでただの飾りでついてるだけです。まあパトカーを作る以上はということだと思うんですよね。何のためについてるのかなって何も見えないですよね。そして何よりやっぱりこのいわゆる赤灯、赤色灯ですね。そうですね。これは3県は全部愛知、京都、神奈川は一緒なんですけど、実は静岡だけが2本になるんですよ。本当だ。これを鬼パトっていうんですね。鬼パトって言うんですね。角が2本あるよ。そしてね、神奈川県警察っていう風に書いてますけれども、はい、こういったところを拝見すると、はい、塗装も全部当時のままなんです。ままです。割れてる塗装とかですね、はい、色は一切塗ってないんですよ。オリジナルを保てと責務があるとそういうことですね。はい、今あともう一つ思ったのは、このね黒い塗り分けがずっと続いてまっすぐ行くかと思いきや、ストンと落ちていくんですね。そうですね。ちょっと今のパトカーにないですよね。そうですね。はい。まっすぐやれば楽だったろうに、これは多分デザインとか美しさまでも考えてるような気もしますね。まあそしてやっぱりポルシェであるっていう視点で見ると、この車高オリジナルの佇まいがすごく綺麗だなと思っていて、足回りもオリジナルのものそのままなんでしょうか？だと思います。ポルシェって私これしか持ったことないんですけど、はい、やはり全て純正だと思いますよ。そしてちょっとリアの方に回っていこうと思うんですけれども、はい、これ何ですか？ナンバーの横のこれはスピーカーですね。速度違反取ったら後ろの車止まりなさい。止まりなさいと。はい、これも当時ならではの仕様で、はい、速度違反を、追尾測定で速度違反取ったら、はい、前に出て押さえつけて後ろの車は止まりなさいなんですよ。昔はってことですか？そうです。はいはい。で、なぜ昔はって言ったのかっていうと、はい、速度違反っていうのは速い速度を取るわけですね。メーター止めて、でパトカーが前に出たらどっちが速いんだっていうことになるので、はい、今は後半維持ができないと。で今はもう抜いてはいけませんよということになったので、今のスピーカーは前に向かって言ってるから、後ろから前の車止まりなさいになったんですよ。だからこれは当時だから後ろなんで、今は前向きについてるんです。なるほどさすが交通隊の中にも赤いランプがついてますが、これ実はねついてなかったんです、入手した時には。それでどういう赤灯なのかなって資料調べて、それでいくつか赤灯を買ったんですね、ヤフオクで。何種類か。なるほど。それを一つずつつけてみて、その資料にある同じような角度から見て、それでこれだっていうのをつけてます。そういうことなんですね。だからこれがオリジナルかどうかちょっとわからないですけど、近いとは思う。忠実に再現されてるわけですね。いやポルシェっていう視点で見るだけでも面白いけれども、やっぱり一つパトカーとしてのディテールを見るっていうのも面白いし、何よりこんなに近くで元本職の方の解説付きで拝見できるっていうのはすごく面白いなと思いますね。そして外から見てると中にもね、なんか気になるものがちらほらとあるんでよかったら見せていただけますでしょうか。はい、どうぞ。失礼いたします。よいしょ。ドア閉めるこのパーンっていう感じが、いつ乗ってもポルシェのらしい魅力だなと思いますね。私はこれしか知らないので。いや僕は本当にね、これやっぱ一番大好きなディテールです。そしてあとこのナローならではのこのシートのちょっとトランポリンみたいなパンパンってなる感じいいですね。はい。これなんですか？はい、取り締まり用の速度メーターです。これがあれか。皆さんを苦しめたようです。当然ですがアナログですね。そうですね。これで速いぞって思う車を先ほどおっしゃったように、スピード測ります。そうですね。
で何か止めるんですか、はい、これ。両サイドについてるんですけど、これ。はい、そのボタンで、押すと、はい、マグネット式メーターって言って、はい、そこの速度測定したところでこの針が止まるようにできてるんです。なるほど。はい。そしてこれはそれなんですよね。違反したドライバーを後ろの席に乗せて、はい、メーターこれいくつって読ませるわけですね。はい、で、はい、読んだものをここに線を引っ張ってここに印をもらって、これが証拠になって切符作成になるんです。なるほど。これじゃあ当時のこの紙なんですか？ではなくて、私がパソコンから当時のことを思い出して作って、いろんな人に話を聞いてこうだったよねっていうのを作ったやつなんですよ。そしてまずはこれナショナルって書いてる、これは何ですか？はい、それはスピーカーですね。はまず速度違反を取りました、はい、そしたら前に出て違反車両を押さえつけます、はい、で後ろに向けて、後ろの車は止まりなさい、後ろの車は止まってください、リアルあれですね。さすが実際やってただけのリアルさはありますね。そしてこれはそうですね、他のポルシェには普通ついてないんですけど、これ、はい、アンメーターですよね、電流計ですね、はいはい、ポルシェってナローは充電が足りないので、そうですね、だから下に行かないようにっていうことだと思うんですけども。なるほど、はい、無線機とかの装備がついてるからっていうところもあるんですね。そうですね、だから当時は発電が2系統、バッテリーも2つ積んで対応してたっていうことです。そしてこれはね、今無線機がないんで繋がってないですけども、はい、ダミーで当時のものをヤフオク購入したものですね。本物です。どんな風に喋ってたんですか？高速、600いくつですどうぞみたいな。そういうやり取り、無線の送受信っていうか、今はマイクですけどね、はいはい、この蝶々みたいなのがプレスオークボタンって。それがじゃあここに格納されてたんですね。そうなんですけど、初めは来た時はこの受話器もないですから、はいはい、ただ鉛筆だとかゴミが入ってたんですよ、はい、これ何の箱だろうってずっと考えてて、ちょっと待って、当時ってこの電話機があったよねと思って電話機をこうやって入れたらぴったりだったんで、やっぱそう、これの収納なんだと。なるほどね、ピタッと収まってますね。そして一つずつ思うのが、こう革で結構美しくこうしてますね。はい、ちゃんとこのメーターフードのこの R にこの下の部分合わせてますよね。なかなかこうやってそばで見ないとこういうディテールってわからないもんですね。そうですね。それで修理してばらさないとやっぱり分かってこないですよね。そしてこの R と S っていうのは何ですか？はい、これはレッド赤灯の R ですね。憧れのこれですね。はい、そうです。一段引いて、前赤と後ろ赤がつくのかな。はい。今ついてますね。はい。2段引いて上も全部作った。おお、これはテンション上がりますね。じゃあこの S は ？S はサイレンの頭ですね。S。だからこれ引きっぱなしにしちゃうとサイレンが鳴りっぱなしになりますけど、はい、ワンサイレンだけでやるんだったらこのレバー。これは実際どうなってるんですか？中にモーターが入ってるモーターサイレンです。そう実際にほら横で回ってるじゃないですか。はい、プロペラみたいなのがついてるんですね。はい、そういうことか、面白いな。いやー、中でこうワクワクしてるんですが、実際乗った感じがどうなのかっていうところをぜひ教えていただきたくって、連れてっていただいてもよろしいでしょうか？どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、じゃあ乗り込みました。よろしくお願いいたします。結構やっぱエンジンの音すごいですね。4気筒、このまたシートベルトがね、この時代はついていなくても OK ということで、昭和47年からの規制になりますから、はい、ここは対象外になっちゃうんですね。少しこう心が落ち着かない感じしますね。や
やっぱり明らかに6気筒の空冷のポルシェに比べて4気筒って粒が大きいというか、バタバタと聞こえる音がすごいしますね。いいね。逆にこれが高速なんかで100ぐらいで走ってても、ポロ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 言ってるエンジン音が心地よくて、そうですよね、はい、きっと。音楽も何もいらないです。そして何より忘れちゃいけないのが、今私たちはパトカーに乗っているということですよね。自家用車ですよ。いや、まあそうですね。現在は厳密には自家用車ですが、ただやっぱり通り過ぎる車の視線が、そうですね、やっぱかなりきますよね、これ。勘違いじゃなく、普段乗ってても声をかけられたりとか手を振られたりすることって多いですか？よくありますよ。一番どんなこと聞かれますか？本物かどうかっていうことと、どうして手に入るんだっていうことをよく言われますね。なんで車検が取れるんだって。そうですよ、はい、この車に乗っててパトカーと並んだりとかすることもあるわけですよね。どんな感じなんですか？止めてもらいたいんですね、警察に。そうですそうです気持ちとしては止めてもらいたいんですよ。パトカーに止められたことは一度もないです。ないですか？はい、エピソードがいくつかありましてね、はい、まずこういう路肩にパトカーが赤灯つけて止まってたんですよ、はい、多分注意喚起かなんかだと思うんですけど、まあ、80キロのところ私が90ぐらいで走ってたんですよね。それでちょっと未来見たら後ろからパトカーが赤灯つけてくるのが分かったんですよ、はい、と思ってこうやって見たら90ぐらいだから、実際の速度って1割減なんで、はい、80ちょっとしか出てねえからいいかと思ったら全然抜いていかないんですよ。そうしたらちょっと前出てきて助手席の若い警察官が敬礼しながらマイクで気をつけていってくださいって脅かすんじゃないよみたいな。それとかですね、覆面が走っててもあれ多分覆面じゃないかって分かるんですよ、はいはいはい、でも向こうが制限速度で走ってて、はい、制限速度ちょっと出てるか出てないかぐらい、だから私たちがまあ制限速度ちょっとぐらいでこう抜いてって並走したんですね、はい、で多分覆面だろうなと思ってこうやって横見たら向こうもこっち見ててお互いが会釈しちゃったとかですねどうもすいませんみたいな。まあやっぱり警察官、現役の警察官にとっても特別な存在であることは間違いなさそうですね。そんなんですよね。こうやって雨の中運転してますけれども、はい、普段雨に濡れちゃったりしても平気なんでしょうか？別に車って雨に濡れてもいいように作られてるわけですよね。まあいろんなことを考えればあれですけど、はい、できるだけ長く残してあげたいけど、はい、まあ私の代は間違いなく楽しめるなと。雨に濡れても、はい、それで壊れたらそこまた修繕かけてあげればいいんで。かっこいいですね。普段はどういうところに乗って行かれることが多いですか？やっぱり車が車だけに普通には乗れないですよね。そうですよね。イベントと給油ぐらいにしか、あと修理だけですね。とはいえそのイベントってどれぐらいの頻度であるんですか？今いろんな主催者がいろんなイベントをやるんですけれども、はい、まあ大体毎週ですね。毎週？はい。もう今シーズンに入ったので、はい、これから春まではほとんど毎週のようにやります。めちゃくちゃ大忙しじゃないですか。大忙しいです。長距離の運転はどうですか？ポルシェ912は。私は車が好きで運転するから、はい、苦にはならないですね。どうですか、ちょっと運転してみません？せっかくですから緊張するけどダブルでパトカーであることとポルシェであることすごい緊張しますけど、多分これを逃すと僕は一生ない機会だと思いますので、まあちょっとやってみてくださいよ。わかりました。よろしくお願いします。とんでもないです。もう私も運転しない方が楽できるのでさあ入れ替え終わってペダルの位置がすごくこう細くて、で
でもこのハンドルの大きさがすごく運転を楽にさせてくれますね幅がだって私の肩幅と同じぐらいありますもんね。そしてこのクラッチペダルを少し離すだけでわりかし滑らかにスタートしてくれるので安心感もありますね。はい、おい、はい、出発します。おー、すごい。クラッチペダルはスコーンと中に入ってきますけど、アクセルペダルは意外と重たいですね。そうですかね。すごい。でももりもりと思った以上にパワーがありますね。なんかそうですね。おそらく今3速ですけど、3速のままでも全然違和感ないんですよ。違和感ないですね。今が50キロちょっと3速、そして2200回転ぐらいでずーっとゆっくり走っていける感じしますね。そして私の記憶のナローの6気筒に比べると、やっぱり明らかに後ろが重すぎるって感じがないと思います。そうなんですか。はい、ハンドルは少し遊びがあって切り始めると途中からスーッと入っていく感じがしますね。だからあんまりこうピーキーな感じもしないし、なんだかいいな、このリラックス感とやっぱりスポーツカーなんだなと思うところの塩梅がたまらないですね。そしてやっぱこの912、911も含めてですけど、この窓の広さとかもね、乗りやすさすごくね感じますね。だから着座位置も結構実は低いですよね。低いですよね。横に並んでる車とか見るとすごく低く感じるけれども、なんか全然怖いっていう感じがしなくて、昔からポルシェってやっぱ乗りやすく作られたスポーツカーなんだなっていうふうにも思いますね。今日もガレージ拝見しましたけれども、他にもこういろんな自分で直されたりしたコレクションがあるじゃないですか、車の。その中でも特にこの911ってどういう存在なんですか？やっぱり一番ですよ。一番ですか？もう孫ももう僕のポルシェって言ってもういつお前にやったよって言ってんだけど、ガレージにもお子さんたち、お孫さん以外のお子さんが描かれた絵ですよね。そうなんですよ。ああいうのはどういった時に届くんですか？イベントで一度見た人が写真なりを撮っていって、それで次の同じイベントに行った時に、これ僕書いたんだけどって手紙くれたりだとかするので、それをああやって貼り出してるんですよ。ああいうのってとっても嬉しいですよね。嬉しいです、本当に嬉しいですね。倉林さんにとって、中でもこの車っていうのはどういう存在になるんですかね？やっぱりもう人生180度とは言いませんけれども、警察辞めてからの人生、ただ修理してるだけなのか、古いオートバイや車と向き合って、でイベントに出てっていろんな人と知り合って、友達も増えたし、そういう方たちからいろいろ情報をもらったりだとか、もう本当仲良くさせてもらってるので、もう楽しいですよね。なんと言っても楽しいです。いろんな人とお話ができるということが。だから本当にもうガラッと人生変わりましたよ、楽しい方に。普段はでもイベントが結構多いとおっしゃってましたけど、そうじゃない時はどういう生活してらっしゃるんですか？もう毎日ガレージにいてこもって、引きこもりだからガレージで修理ですよね。いろんなものを直したりするんですか？何かしらやってます。ガレージにいれば幸せだから。なんか素敵な理想的な引退生活な感じしますね。そうですね、本当楽しくやらせてもらってますよ。さあ倉林さん、乗せていただいて本当にありがとうございました。どういたしまして。ポルシェ912というものはもちろんですけれども、やっぱパトカーとして乗っている感もすごい注目でした。そうですよね、皆さん見てくれますよね。手を振られたりなんかもして、すごく貴重な経験をさせていただきました。ありがとうございます。で倉林さん、これからこのポルシェ912のパトカーっていうのは、どのようにお付き合いされていくんでしょうか？今と何も変わらないですよね。
壊れれば直す、それでイベントに出て皆さんにたくさん見ていただくということで、今とは変わらないと思います。それがずっと続くっていうことがすなわち幸せですよ。そうですね。やっぱりそういうことを皆さんが喜んでくれるんであれば、やはりきちんと直さなくちゃいけないなっていうふうにも思いますし、はい、走りやるようにしとかなければいけないとそうですね、いうふうに思います。じゃあ最後に質問です。このポルシェ912のパトロールカー、はい、100点満点中何点でしょうか？もう本当に200点ですね。もう点数じゃないです。はい、もう感謝しかないので、はい、今回はね、もう本当に倉林さんのおかげさまで、はい、私も楽しむことができましたし、もうこんなに皆さんのね、ことを笑顔にする車ってないんだなっていうふうに感じました。貴重な機会をありがとうございました。どうもいろいろとすみませんでした。ありがとうございます。どうも。さあ、今回のボーイズ&ウィールズ TV はいかがだったでしょうか？ポルシェ912のパトロールカーと倉林さんでお届けいたしました。ぜひ次回も楽しみにお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。どうも。